今回は直径 90cm の円形レンガ花壇を作ります。庭は結構傾斜していますので、なるべく水平にします。片方のビスを地面に刺してぐるっと一周すると簡単に円が描けます。レンガの置き方はこんな風に置いてもいいのですが、今回は半分に割ったレンガを縦に置いていこうと思います。水平を意識してホリホリしていきます。適当ですが、先ほどレンガを仮置きしてみましたら、半分に割ったレンガが1段で48個必要でした。3段ですから144個必要です。ということは72個のレンガを半分に割る必要があります。なんでこんな面倒なデザインにしてしまったのかと後悔しています。レンガを割る手順はこんな感じですね。レンガの半分の位置に線を引きます。線は4面に引きます。先ほど引いた線に沿ってタガネで筋をつけていきます。それを繰り返すことでレンガが割れます。しかし今回は72個も割らなければいけませんので、その方法では日が暮れてしまいます。今回は真ん中ら辺を金槌で叩いて一気に割ってしまいます。多少斜めになっても問題ありません。72個全部割りました。割ったレンガは水につけておきます。モルタルが硬化するためには水が必要なんですが、レンガが乾いているとモルタルの水分を吸収します。そうなるとモルタルの接着が弱まるらしいです。ちょっと太りすぎな感がありますので、今回は人力でモルタルを練っていきます。少しはダイエットになるでしょうか。私は非力なので、モルタルは少しずつこねます。モルタルは多ければ多いほど疲れます。気温や湿度は時期や地域によってまちまちです。水は少しずつ加えながらモルタルの硬さを確認します。モルタルを円に沿って置いていきます。幅は半分に割ったレンガの長さですね。モルタルの厚さは 1cm ぐらいにしました。モルタルがなくなってしまったのでレンガを置いていきます。割れ目はガタついていますので内側に向けます。初めてレンガ花壇を作った時の話ですが、モルタルを敷いてレンガを置いた時、全然接着感がなくて焦りました。これ本当にくっつくのかなって。でも翌日になったらしっかり接着してました。これから始める方も安心してください。ハンマーで叩いて高さを調整しています。モルタルを補充してきました。私はインスタントモルタルという水を加えただけでモルタルになる製品を使用。セメントに砂を混ぜた方が安いのですが、このお手軽感は捨てがたいです。練ったモルタルが余ると処分に困るので少なめに作っていくと良いと思います。余ってしまった時は小石程度の大きさに丸めておけば花壇のオブジェになります。最近短時間しゃがんだだけでも疲れてしまいます。かといって膝をつくとズボンは汚れるし膝は痛いし、膝当てはシニアの DIY 必須アイテムですよ。かなり負担軽減になります。ガーデン DIY は低い姿勢での作業時間が長いですからおすすめです。レンガ置きが一周終わりました。内側にモルタルを持っていきます。これをやると安定感が違います。そんな気がします。次はこの隙間にモルタルを詰めていきます。ケーキ作り用の絞り袋にモルタルを詰めました。モルタルは絞り出しやすいように少し緩めにしました。いい感じです。とってもいい感じ。と一生懸命思い込もうとしましたが、出ません。穴の大きさは直径 1cm ほど。全く出ないわけではないのですが、この程度では作業になりません。ホイップ絞り袋でモル注入計画は無残にも大失敗。モル注入計画の改善点があればぜひコメントで教えてください。次回再チャレンジしてみたいと思います。仕方がないので次なる奥義、養生テープでモル注入。養生テープはレンガに貼れませんので、片方を妻に持ってもらっています。この奥義のすごいところは少しはみ出して貼ることで上に盛ったモルタルがこぼれません。そして外面のレンガがモルタルで汚れません。あとはひたすらモルタルを詰めていきます。この時は結構太ってたけど今はかなりスマートになったねと言われたいので、私の体型ショットも収めておきます。レンガを積んでいきますのでモルタルを置いていきます。ほら、こんな感じでモルタルをこぼさずに置けます。養生テープをカットします。
ペロリン。ペロリン。2段目を積んでいきます。下の段のレンガと半分ずらしておくようにしました。内心結構いい感じにできそうだと思ってました。しかしレンガ積みが終わった後、妻から衝撃の一言が。ところで多肉植物の成長を記録するアプリを作りました。概要欄からダウンロードできます。動画を見終わった後にダウンロードしてくださいね。最後の1個をなんとか押し込みました。モルタルが乾燥する前に目地を整えます。目地は少しへこんでいる方が私はかっこいいと思います。1段目と同様にモルタルを詰めていくのですが、重要なポイントがあります。モルタルは細長い棒でつついてしっかりと奥まで入り込むようにします。こんな風につついてやるとモルタルが奥の方まで入っていきます。アプリの話に戻りますが、最初は iPhone 版しかなかったんですが、この度 Android 版もリリースしました。それでは2段目にモルタルを置いていきます。こちらがモルタルを積んだものです。本日2回目のペロリン。これからは1段目と同様の作業となりますから割愛します。私は初めてレンガ花壇を作った時、焦っていたのか目地を整え忘れました。それに気がついたのが翌日。すっかりモルタルは硬化していました。硬化した目地を整えるのは大変です。あの時は力技でガリガリやってましたが、整えることは不可能でしたね。私のようにうっかり忘れないようにしましょう。それでは割愛して。レンガ積み完了。なかなかいかすね、チョベリグ。井戸みたい。このままでは終われなくなったのでデコることにしました。モルタルを花壇の側面に塗っていく予定。そのための固定板を DIY します。ちなみに今使ってる角利さんのノコ、かっこいいですよね。私の一番のお気に入りです。電動ノコばかり使っていた下手っぴな私ですが、結構まっすぐに切れてしまいます。なんといっても持ち手のデザインが最高。肌触りも良く、とても手にフィットします。固定板の持ち手となる部分はヤスリをかけます。ビスを打ちにくい場合は瞬間接着剤で仮止めするといいですよ。このボンドは比較的安価ですぐに接着します。ゾノの Z。 ちょうど廃棄する予定だったスタイロフォームがありましたので、これを使います。これをひたすらちぎります。結構硬いのでノコで切断していきます。木くずが付着していますので洗います。デコには白セメントを使います。デコ後は色を塗る予定ですので白色のセメントを選びました。通常のモルタルでも色は塗れます。でも淡いイメージに仕上げる予定ですので白セメントを使いました。妻の井戸発言から急遽決まった新方針ですので、思い通りになるのか、接着促進剤のエマルジョンを混ぜます。 10kg のセメントに対してカップ3杯程度ですかね。以前エマルジョンを使わなかったんですが、完全硬化しないうちは欠けが生じました。欠けも味なんですけど、自作の固定板にセメントを乗せてこれからデコっていきます。以前購入して全然使っていなかったコテを使います。うまくいってるのか気になりますよね。はい、こんな感じです。曲面に大きめのコテでセメントを塗るのは初心者には厳しい。セメントがコテからボロボロとこぼれ落ちていきます。ああ、上手にできてるように動画編集で繕いたい。これはひどいですね。この先不安でしかありませんでした。どうせなら波型にしておしゃれ感を出そうなどとセメントをこねるときは考えていましたが、心に余裕が全くなくなっています。この一直線を見ても焦りがわかります。
いよいよスタイロフォームを貼り付けていきます。天ぷらに衣をつける要領でスタイロフォームにセメントをつけていきます。天ぷらは作ったことないですが、多分こんな感じ。誰も真似しないと思いますけど、一応ポイントを挙げておきます。しっかりとセメントでスタイロフォームを包みましょう。そうでなければ劣化が進みやすくなりそうです。外側にスタイロフォームを置くときは少しはみ出すとかっこいいかもしれません。あ、そうそう、手が荒れるのでグローブはちゃんとしましょう。グローブが再起不能になるので使い捨てがいいですね。そこには少し厚めにセメントをつけます。そしてスタイロフォームを置く前にレンガの表面を濡れたスポンジで拭いています。気休めかもしれませんが、その方が接着性が高まると思いました。ここまで見てくださっている方への感謝の気持ちとしてレンガ割りの種明かしです。この方法も結構早めに割れますのでお試しください。レンガ半分の長さの端材を用意します。レンガと一緒にクランプで固定します。レンガに筋を入れるのですが、このタガネがおすすめです。一般的に使われているタガネよりとても扱いやすいです。以前瓦職人さんに教えてもらっていたので、今回購入して使ってみました。すごく使いやすいです。こんな感じで筋を入れていきます。片面に筋が入りましたので、あとはひっくり返して金槌で叩くだけです。どうです？簡単でしょう。いよいよ大詰め、塗装をしていきます。今回は艶消しのバリジャンブルーを塗っていきます。塗料がべっとりつかないように新聞紙でしごきます。そしてスポンジでポン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 。ラチが開かないので筆で塗ることにしました。スポンジよりはマシかな。なんとなくイメージと違うなと思いながら塗ってます。凹凸が多いので筆でも塗りムラが目立ちます。最終兵器のエアブラシ投入。最後にエイジングを施して完成です。地下茎の雑草対策に防草シートを敷きます。雑草の種は上からもやってきますが、そんな雑草は生えてきても簡単に抜けます。でも地下からやってきた雑草が表面に顔を出した時は手遅れ。やらないよりやった方が良いと思います。はみ出し部分をカットします。防草シートは少し大きめにカットするのがおすすめです。高さを出すためにレンガを敷きます。重いので使っていなかった鉢を逆さまにして設置します。土を入れ、センペルを植えて完成です。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。